2024年、山小屋アルバイトを経て北アルプスの麓へ住まいを移した私は、この街から見える稜線を全て自分の足で歩きたい、一つの大きな目標ができました。2024年夏、初めての一人テント泊、唐松岳、五竜岳縦走、そして弟と行った爺ヶ岳、鹿島入ヶ岳縦走。後ろ立山をつなぐ次なる目標は白馬三山、そしてカイラズキレットの踏破です。新たな挑戦が今始まります。津賀池ロープウェイの山頂をスタートに歩いていく今回の道のりは、総距離約24キロ、標高差は2600メートルほどの道のりです。まず1日目は津賀池自然園から天狗原、乗鞍岳を通り、美しい白馬大池へとたどり着きます。そして小蓮華山の稜線歩きが続き、1日目の午後には主峰白馬岳の山頂へ到着します。初日の宿は頂上宿舎のテント場、ここで一晩を明かします。2日目は白馬三山の一つ杓子岳、白馬槍ヶ岳を経由し、天狗山荘で一休み。いよいよここからがこの縦走の最大の難所です。天狗の大下りを下った後は鎖場、岩場が続くカイラズキレット。この難所を越えると唐松岳、そして唐松岳頂上宿舎が待っています。2日目はそこで1泊を過ごした後、最後八方池、八方尾根スキー場へ下山する2泊3日の行程です。おはようございます。ももです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は白馬三山の縦走とカイラズのキレットに挑戦していきたいと思います。この縦走が今シーズンずっとやりたくてタイミングを見計らっていたんですけど、やっぱり2泊3日の行程ということでなかなかタイミングが難しくて、で今日はいよいよついに9月の26ということで、今シーズンもそろそろグリーンシーズンね終わってしまいそうなところなんですけど、なんとか駆け込みでついに挑戦しに来ました。で天気の方が台風が近づいていて、おそらく来週から崩れてしまうのではないかと思うので、この3日間にかけて挑戦していきたいと思います。ゴンドラからロープウェイに乗り換えるんですけど、津賀池スタートの入山の時は結構ここの移動に時間がかかるので、余裕を持ってスケジュールを組むといいと思います。土日祝日なんかだと本当にここのロープウェイゴンドラの移動だけで1時間ぐらいかかっちゃったりするんで、それを見越して計画してみてください。ご乗車いただきましたロープウェイの山麓駅の標高が1560メートル、そして目指します山頂駅の標高が1829メートル、標高差269メートルを約5分で連絡しております。では登り進めていきます。と
1日目の今日は白馬岳を目指していくんですけど、早速1日目からしっかり距離と標高差もあって、今日は歩く距離は10キロぐらいで、標高差は1400ぐらいありますので、ちょっとゆっくりしてるとテント場に着くのが遅くなってしまうので、今日は一生懸命歩いていきたいと思います。木道に出てきました。めちゃめちゃ歩きやすい、幅も広くてとっても綺麗で歩きやすい木道です。ちょっと青空も見えてきました。ちょっと日差しが出てきたんで、これより高い標高がガスが抜けてたらいいなって思いながら歩いてますって言うと、なんかそんなことをほぼ毎回言いながら歩いているような気がします。テント泊とか中層で1泊2日とか3日とかの工程があると、ずっとピーカンっていうわけにいかないですよね。上晴れてたらそこ道中がガスってるのが涼しいからちょうどいいんですけど。この山の向こうの方に大池があるんですけど、なんだか青空が広がってそうです。で、なんかこれは期待ができそう。もう結構葉っぱも落ちてきてて、かなり秋らしくなってますね。結構大きな岩がゴロゴロしているような登山道です。抜けた。月も見えてます。うわー、楽しみ。大きな岩の上を歩いていきます。結構本当に大きいですね。やばい、めちゃめちゃ絶景。雲海からの天狗っ腹が見えます。うわー、もう最高。天狗っ腹遠くはすごいずっと雲海です。うわー、ずっと雲海が続いてますね。ひたすら丸の書いてあるところを石の上歩いていきます。ここまでですね。ここから向こうに抜けます。いや、すごい。はあ、雲海すごいですね。いや、ほんとずっと撮ってたいぐらい綺麗。うわ、やばい、白馬の方も見えてる。うわ、やばい。
いやそんなことないですよ、一生懸命です私もいやー綺麗、なんか秋っぽい山肌の色ですね。いい、池も青く見えて最高。いやなんていい日に来てしまったんだこういうの見てみたかったんだ。やばい、いやひたすらに綺麗。うわー、池も真っ青。うわー、最強すぎる。今日は白山まで行かなくてはいけないのでちょっとサクサクっと歩いてますけど、もう一日中ここにいたいぐらい最高の天気と気温と、ね、風はなんかちょっと冷たくてそれがすっごい心地よいです。ちょっと大池で山荘によって水分をとってあっち白馬方面を目指したいと思います。いや本当に最高の天気ですね。秋らしい山肌がめちゃめちゃ綺麗です。さらば大池。はい、じゃあ軽食を取ったので白馬岳目指していきたいと思います。結構一生懸命歩かないと到着時間が遅くなってしまうので、いつね本当はもうゆっくりしたい、ゆっくりたくさん景色撮ったりしたいんですけど頑張って歩きます。いやしかしねいい天気すぎて本当に今日来てよかったです。これ来なかったら絶対後悔してた。うわいやーすごい。うわこれをずっと歩いていくんですね。重層感すごい。あっちもずっと雲海です。きっと今日下界の人は山の上がこんなに晴れていることを知らないであろう
何回でも振り返りたくなっちゃもう歩いてる背景が最強すぎる。もう素晴らしいとしか言いようがない。う。ちぐさが刻んでいきます。あ、ちゃんと辛いですよ。いや、すっごい。うわー、うわー、いや、すごい。うわー、ほんと標高が高いところだけ抜けてる感じ。すごい。こんにちは。うわ、すごい。ボリュームもギリ山頂抜けてます。足回りも抜けてます。いやー、めちゃめちゃ綺麗。すごい稜線歩き。でも今日まだこれを登るかと思ったら恐ろしいですね。どんどん雲って形が変わっていくから、それだけでもずっと眺めてられますよね。ちょっと日本海側からカスが上がってきました。ちょうど黒い雲がかかってるからだけど、明日あそこに挑戦するのかと思ったらちょっと怖くなってきた。そろそろテント泊装備が効いてきましたね。個人的には4時間を超えてきたぐらいからちょっと重いな今日もっていう気持ちになります。今回2泊3日なのでいつもよりちょっと服とか食べ物が多いのでまた効いてきますね。いやー、コレンゲまででも十分遠かった。日帰りコレンゲする人とか本当すごいな。なんて素敵な稜線歩き。それにしても一日中ずーっと雲海ですよ。こんな日もあるんだね。すごい、本当に山の上の方の石だからめちゃめちゃとんがってる。これ気づいちゃったんだけど、小屋まだまだじゃない。全然まだあるぞこれは。いや、最初に今日自分でも1日目は
10キロ歩きますとか言ったけど、そう10キロで標高差1400ぐらいあるんですけど、10キロってちゃんと遠い。ちゃんと遠い。全然あと2時間ぐらいかかるんだけど、でもね、行くしかないから、もう登り始めたら。今しかも大雪渓もあれだし、小倉に降りるルートが2本とも通行止めだから、もう選択肢はない。行く切るしかない。すごいなんか火山感、宇宙感、また違った質の山肌が、ずっと歩いていく中でも石の色とか結構変化していきますね。おお、いや綺麗綺麗だがしかしめっちゃ長い。長い。なんかどこも近づくと結構ちゃんとした登り。呼吸したから頑張ろう。頑張るしかないんだ。三国境まで来ました。いやー、10キロって長いんだな。そろそろなんで私はこんなに辛いことをしているんだろうっていう気持ちになってきた。みんなよく登るよな。いや、振り返るとすごい景色。これ歩いてきたと思ったらそりゃ長いですよね。登っても登ってもまだ登る。きついですね。あとちょっと、あとちょっと。ついに見つけた。はあ、うわ、光を浴びてちょうどめちゃめちゃ綺麗。皆さんいらっしゃいますね。すみません、いいですか？ありがとうございます。なんとか。
下りなので急ぎます。やっと下りのターン。ずっと上りだった。ずっと上りだった、本当に。あ、山荘がすぐそこにあります。こっちが頂上の方ですね。うっすら忘れちゃった。今日も内調さんに遭遇しました。音が去ってくると出てきますね。いっぱいいる。5はいる。6はいた。宿所は下なので急ぎます。見つけた見つけた。あの屋根だ。着いた着いた。着いた。下だった。
水雲会。あの雲の中にあるの剣だ。すごい。白馬山荘はもうホテルみたい。白馬山荘のすぐ後ろにあるのが白馬岳のピーク。明日も景色見ながら歩けるといいな。なんかまたすっごいとこ通るの。こんなことあるってくらい。大草のやつだって向こうに向けていくような感じですね。